プラベジです。今回は、プランターでさつまいもを育ててみます。で、さつまいもなんですが、非常に手間がかからず簡単にできるんです。まずご用意いただくプランターなんですが、深さ25センチ以上の、深型のプランターを用意していただきます。用土ですが、水はけの良い養分の少ない土を好みますので、使った土をご用意いただければ大丈夫です。もちろん元肥なんかいりません。それから肥料はいらない、または少し必要に応じてあげる程度で、済みます。もちろん追肥もいらないです。石灰つまり pH 調整なんですが、酸性度でも OK ですので、こちらもいりません。実は以前土の再利用の時に細かい土をふるいにかけました。で、土は砂に近い水はけのいい、養分の少ない土なので、そのまま利用しています。こちらに苗を用意しました。さつまいも、紅はるかの苗ですね。ところで、苗は買ったらすぐ植えるんですけれども、ちょっと置いておきたい時は、小さいバケツに少し水を張ってですね、そこにつけておくようにすれば1週間ほど持ちます。数日でしたら少し湿らせた新聞紙に、包んでですね、暗いところに置いておきますと3日ぐらいでしたら、十分大丈夫です。ところで苗なんですが、この葉の付け根のところ、ここに小さく根が出ています。これがさつまいもができる根なんですね。それで、通常の草の根のように水を吸ったり養分を吸ってくる根はこちらの方から伸びてきます。したがって、早めに植えることが大事だということになります。さて、肝心の植え付けの時期なんですけれども、私ですと大体梅雨の 1,2 週間前ぐらいにしています。それでは植え付け方法なんですけれども、さつまいもの苗、このように重ねてみれば分かる通り、これがプランターの土の線ですね。水平になるように植えてます。それは先ほど申し上げた通り、ここからさつまいもになる根がこう縦に出てくるからなんですね。で、短い苗ですと不定根の数が少ないですが、その分芋が大きくなります。それらを組み合わせてプランターの中で植え付けるようにしております。それではさつまいもの植え付けをしたいと思います。さつまいも用の土と、プランター2基を用意しました。プランターは通常のすのこに、さらに鉢底ネットを切って、下に敷いています。それでは土を入れていきます。ところでつるぼけという話をよく聞くと思いますが、つるぼけというのはつるっと葉が勢いよく伸びて大きく茂りますけれども、肝心の芋がほとんどできないという現象のことを言います。だいたい土の表面から指3本ぐらい、5センチ弱のところで一旦土を入れるのをやめて、さつまいもの苗なんですが、植え付ける時にだいぶしおれてきてしまうケースがありますし、また買った時も枯れてるような苗がありますけれども、そのまま植えても成長してきますので、あまり心配はいりません。苗を目を覚ます一つのスイッチとして扱っているところもありますので、それでは植え付けをしていきます。ホワイトボードでお書きしたように、このように水平に置いてですね、先の芽が土の上から出るように植えていきます。そして短い苗は斜めに植える。ところで先ほどつるぼけのお話をしましたけれども、お買い求めいただいた苗に吸収根が多く出ている場合は、この吸収根を切り取ってから植え付けをする方法もございます。苗の植え付けを終えました。いい土を3センチから5センチかぶせて植え付け終了です。なお植え付けの際は、せっかく出てきた不定根を折らないように置くようなイメージで、斜めに植える時は、穴を掘ってから、
置くようなイメージで植え付けをしてください。さつまいもの苗を植えてから2週間経ちました。見ていただきたいんですが、根付いたと見ています。苗を植えてから4週間ぐらい経ってます。さつまいもは特に苗を植えてから何か手をすることはないです。水をあげるだけです。4週間でかなりこうやって葉が出て、さつまいもです。ここまで大きくなりました。冬近くに収穫しますんで楽しみです。見ての通り、もう秋も深まってきましたので、そろそろさつまいもの収穫をしたいと考えてます。プランターが少し膨らんできています。果たしてどうなっているか、これから開けてみます。